中枢神や閣僚神は、全人類に及ぶ問題を検討協議し、強力な活動神軍の派遣を決めて、諸策を講じる。例えば、第二次世界大戦の開戦前、ドイツ、イタリア、日本、アメリカ、ロシアその他の国々の指導者たちが、開戦すべきかどうか日夜、悩んでいた頃、深海では、3万年代、4万年代、古いものは5万年代の活動神軍が、総動員でを日に継いで協議し、その決定に基づいて強力な活動神軍を派遣して、これらの指導者たちに無言の意識の浸透をし、その理性力を高め、真心を呼び起こして、戦争を避けるよう、極力、引き止めたのである。このように中枢に参加する神々は、一般人の小さな問題は、他の神々に任して、人類全体の安定と発展のための対策を常に審議して、決定する。神界は、以上の組織機構を持ち、情報活動をしているが、その使命は一体、何であるか、これを最後に述べておく。神霊は、大宇宙の生命体、つまり一点の微粒子から自分の意識濃度で次々と、より高く、安定したものへ自己発展し、ついに人間にまで発展して、強固な霊体を完成した。そして、宇宙に帰って、さらにその霊体、理性意識力の強化と体験知識の増大を遂げ、宇宙万物の安定と発展を使命と定め、姿あるもの、なきもののすべてに対し、強力な成長操作活動を行っている。しかし、神霊が宇宙界で最重要視しているのは人間の世界である。なぜならば長い歳月を費やして、一点の微粒子から少しずつ自己発展し、ようやく高い理性意識体である人間になって、初めて姿あるものを自由に動かす力を備えるに至ったからである。つまり、遠い過去から人間に発展するまで、持ち続けていた目的、それは全てをより安定体に発展伸長させる理性意識力の目的を、人間の精巧な器と高い能力を得て、自由に実現可能となったからである。そのため、神霊は、人間を最高の存在として、貴重に扱い、尊んで、この地上に、宇宙界では実現できなかった、最高の楽園を建設しようと努力している。神霊の使命は、大宇宙界の最高発展体である人間を通して、その世界を、楽しく、自由で、幸福な、安定したものに発展させることである。その実現には、個々の人間の理性意識力を高め、自己と全体との調和を図らせながら、生活文化の創造と向上へ人間に努力させなければならない。そして、貴重な人間の体躯が損傷しないよう、万人の健康を保つことが大きな使命の一つとなる。神霊の使命が、人間の理性意識力の高揚、生活文化の創造に必要な知識の供与、健康の保持であることにはこのような理由がある。さて、その使命の達成のため、神界の組織は、実際にどのように動いているか、詳しく語ろう。まず中枢神は、閣僚神とともに、全地球上の人間の動きをつぶさに知り、全人類に影響する問題を優先し、興奮しがちな我心、本能を抑制するため、どのように心力、理性意識力を注ぐべきかを決定する。つまり、主に各国の指導者たちに対し、彼らが様々な国際関係で、伝性意識、自己防衛や自己伸長の本能から非常事態を起こしたり、戦争に訴えたりして、国民を大量に殺して、その生活を苦しめたりしないよう、神霊の超高度の理性意識力をもって抑えるのである。中枢神や閣僚神は、全人類に及ぶ問題を検討協議し、強力な活動神軍の派遣を決めて、諸策を講じる。例えば、第二次世界大戦の開戦前、ドイツ、イタリア、日本、アメリカ、ロシアその他の国々の指導者たちが、開戦すべきかどうか日夜、悩んでいた頃、深海では、3万年代、4万年代、古いものは5万年代の活動神軍が、総動員でを日に継いで協議し、その決定に基づいて強力な活動神軍を派遣して、これらの指導者たちに無言の意識の浸透をし、その理性力を高め、真心を呼び起こして、戦争を避けるよう、極力、引き止めたのである。このように中枢に参加する神々は、一般人の小さな問題は、他の神々に任して、
人類全体の安定と発展のための対策を常に審議して決定する。ただし、悪い面を強制することばかりではなく、人類全体に良い影響を与える事柄に対しても、活動新軍を派遣して、その高い真心、高い理性意識力をますます高く、強く引き上げて、その善行を強力に推進する。このように人類全体の大局を司るのが中枢神や閣僚神、列閣神、列座神である。だが、人間世界の複雑さは、大局に様々な影響を与えるため、中枢に参与する神々は、寸暇もない活動をしている。必要な場合は責任上、現地に臨んで、現地の神と共につぶさに事の真相を調査する。神は絶対に、怠けたり、責任を回避したり、物事を忘れたり、勘違いしたり、誤ったり、怒ったりしない。肉体がないため、我心、伝性意識や不便、障害がなく、純粋な理性意識力、霊体そのものだからである。中枢の神軍にとって、もう一つ大事な仕事がある。これも人間生活の大局に影響する問題で、全地球の気候風土の成長である。地球は、大宇宙から見れば、一点の粒のようなものである。大宇宙界には、太陽や星の大群がそれぞれ自己保持の活動を続け、広大な空間と思われる大空には、目に見えない物質の元となる微粒子の大群が魚のタケノコのように乱れ飛び、さらに宇宙生命力または宇宙意識力と呼ばれる、私たちの元である理性意識力の微粒子が充満し、これらは互いに抱き合いながら調節はとっているが、全体としては原子爆弾を一度に何千個も爆発させたような力が放たれている。だから、この大きな宇宙の力が小さな地球にも大量に降り注いでくる。そこで、この宇宙の力を防いで、ある程度弱めて、この地球上のさらに小さく弱い生物に与えなければ、生物は一瞬にして全滅する。幸いに、地球は大地の奥から大量のガス、空気その他を宇宙に吹き上げていて、宇宙の力は相当弱められているが、まだ生物の無事な生存と発展には強すぎ、そのままでは高等生物類は全滅する。この宇宙の力の緩和には、地上の全生物を完全に包み覆う厚い膜が必要で、それが生物発祥の時から年功を積んで、生物の成長と進化の技術が巧みになった私たち理性意識力の微粒子群である。